はい、どうも、料理人 VTuber の田上仁でございます。ということでね、今回の台所革命のテーマの方はこちら。はい、フライドポテトでございますね。で、今回ね、ご紹介するこのフライドポテトなんですが、皆さん家でフライドポテトを揚げていて、こうボロボロっと崩れたりとか、べちゃっと重たくなっちゃいしてしまうっていう経験あると思うんですよね。で、それって、皆さんの腕とかそういう問題じゃなくて、おそらくこう、じゃがいもの中にあるこのジレンマが原因があったりするってことが結構ウェイトとしては大きいと思います。というのが、例えば男爵芋であったりとか、こうメイクインであったりとか、各々やっぱりこの利点があったりとか弱点があったりとかすると思うんですよね。男爵芋はこうボロボロっと崩れやすく、こう糖分が多くて焦げやすいっていう弱点があったりとか、でもメイクインをこうね、使った方が形は綺麗に保つんだけども、このホクホク感がなくて、こうなんとなくこう中がねっとりしてしまうというような形なんですよね。で、これは実は結構プロの厨房でも同じで、プロもですね、この男爵芋をこうホクホクしたいんだけども崩れるから、どうしても形をきれいにしなきゃいけないっていうところでメイクインを使う、温度管理を徹底して、無理やりこう温度管理でねじ伏せたりとか、あとはもう特別なフライ専用の品種の北海黄金を使ったりなんていうことをねやって、各々やっぱり苦労はされているんですよね。ですけども今回ご紹介するこのやり方に関してましては、まずスーパーにどこにでもある普通の男爵芋を使って、どこにでも家庭にあるもうなんてことない、お酢を使うだけで、煮崩れることなくですね、強靭な鎧を着せるっていうこの分子調理学のアプローチをご紹介いたします。ではね、ちょっと前置きが長くなってしまったんですけども、今回はこういったテーマでやらせていただきたいなと思いますので、まずご説明した上で、スタートという形で行かせてください。それじゃあね、早速皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。でいきますよ。せーの、ドン。はい、こちら材料の方なんですけども、男爵の方を1センチ角の棒状にもうすでにね、カットしておきました。ではこちらを使って実験していきます。まず水1リットルを入りまして、で、沸かしていきます。で、そこに先ほどのね、こちらじゃがいも5本をこの沸騰した中に入れていきます。で、ちょっとだけね、火を弱めて、くた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 っとこうね、ちょっとぐらぐらっと揺れるぐらいのところで10分茹でます。まずね、こちらの方を10分茹でましたら、これを揚げていきます。そうするとね、当然煮崩れしますよね。こんな感じで煮崩れしたりとか、ちょっとね、ボロボロっとこう、剥がれてきてたりするんですよね。では、それを防ぐためにはどうするか。では、1リッターの水を沸かします。で、同じようにね、この5本入れるんですけども、ここにお酢を入れていきます。1リッターに対してだいたい20から 30g のお酢で大丈夫です。で、ここに芋を入れて、同じように10分茹でていきます。ちょっと火を弱めまして、同じような状態にしていきますね。で、これで10分茹でていきます。こうやってね、茹でてる間にもこうやって、泡でね、表面がかなりダメージは負うんですが、さあ、どうなってるでしょうか。ではね、分かりやすいようにシールを貼りまして、そこに乗せていきます。どうでしょうかね。パッと見、崩れてないよねっていう感じなんですけども、こちらがその比較になりますね。ではマクロレンズで見ていきます。で、こちら、最初の方ですね。こうやってやっぱり煮崩れの部分ありますよね。こうやって角が欠けていくんですよね。こうやって崩れていったりとか、
っていうところがありますよね。ところどころやっぱりこうやって崩れて、芋がね剥がれたりとかっていうところが、見受けられるのが、普通に茹でたら当然男爵芋はこうなります。ではお酢を入れた方ですね。同じ条件でお酢を入れて10分茹でたもの、全くもって角が剥がれていません。はい、これはですね、ペクチンの分解ロックっていう状態になります。この状態に持っていくんですけども、今裏返してます。おそらく、こういう動画なんで、このね綺麗な面だけ見せてるんじゃないかなんてね思ってる方もいるんじゃないかなと思ってひっくり返してさせていただきます。全くもって角が崩れておりません。はい、これが、ペクチン分解ロックっていう方法ですね。では大量にですねこうやって今10分お酢を入れて茹でました。でそれを水切りして、こんな感じで、ね、ちょっと雑にやってんねと思うんですけども大丈夫です。はい、こうやって、バットにちょっとクッキングシートを並べてやってもこうやって、ね、ざるにカスなんかは残ってないですね。はい、でこれをどうするかというと冷凍します。冷凍できますこれは。はい、冷凍して、で、こんな感じでねバラの状態で冷凍してあげると袋に入れて扱いやすいですので、こんな感じですね。でこんな感じで袋に入れて冷凍保存ができますよっていうところですね。でそれをですね使うとき、だいたい180度の油の中にもうそのまま冷凍のまま放り込んでください。冷凍のまま放り込んでいただけると、こんな感じでね中はホクホク外はカリカリのフライドポテトができますよっていうところですね。こんな感じです。いや皮付きはどうなのよ、皮付きはもっとひどいんじゃないのなんて思うと思うんですよね。で、多分皆さんがこう想像する通りこう角をがっつりね立てたものを作りました。皮付きですね。ではこれをお酢を入れて実験してみます。もちろんプロの方だといや皮付きでそれだけ尖ってるやつができなきゃ意味ねえよって思われますよねと思われたので、ちょっとここを実際に実験してみます。では同じように10分火入れしていきましょう。で同じようにねグラグラしているところに10分茹で終わりました。では揚げてみましょう。ではね1個細いやつ取りましたのでどんな感じになってるかちょっと見てみましょうか。どうですかね。全くもって煮崩れることなくいってますね。はい、しっかりペクチの分解ロックいってますね。いかがですかね。では全部取っていきます。全く煮崩れてないですね。ちょっと一部ちょっと薄すぎて皮がねペロってなってるところがあるんですけども、基本的には問題ないレベルですよね。全然角のところが欠けてるっていうところではないです。でそれを揚げていきます。問題ない、感じですよね。ではこのねお酢を入れることでなぜ煮崩れないのかっていうところのお話ですよね。では詳しくお話ししていきます。はい、お疲れ様でした。いかがでございますかね。ペクチンの熱分解ロックというところの、実演で、フライドポテトで実際に実演させていただきました。で、おそらく実演の開始直後でいきなり水で茹でるっていうところで、おい、揚げねえのかよって多分いきなりなんかそこのツッコミは来そうなんですけども、これにはね当然油ではできないので、一度ね、この茹でるっていうところから始めています。ですので、こちらの方は2度揚げっていう工程がいらなくなるっていうことなんですよね。1度揚げの工程だけで OK、つまり、低温での事前のね、芋自体への火入れというのがこの茹でるっていうところで、すでに行われていますので2度揚げは必要ないっていうところになりますね。ではなぜ酢で、茹でるのか、ここからはね、ちょっと専門的なお話をさせていただきたいなと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いします。
まずね、酢で茹でる利点というところでお話をしたいなと思っております。で、このペクチンの熱分解ロックっていうことが起こります。これじゃあ一体何が起きてるかっていうことなんですけども、じゃがいもに限らずなんですけどもね、今回はじゃがいもにフォーカスしてお話しさせていただくんですけども、このじゃがいもの細胞同士をこう接着している多糖類ペクチンですよね。これはですね、その中性アルカリ性の間の、熱湯ではですね、容易にこの分解軟化するっていうところなんですよね。で、ここにですね、お酢を加えて、このお湯自体を pH4.0 から 4.5 の弱酸性にコントロールするってことなんですよね。で、そうすると何が起こるかっていうと、ペクチン自体の結合がですね、強固にロックされちゃうんですよ。ですので、熱分解が強力に抑制されちゃって、俺は絶対崩れねえぞっていう状態になっちゃうんですよね。で、そうすると、じゃあこれがどうなるかっていうと、10分、男爵、もう男爵なんてもうね、もう見ていただいてもわかる通りに、サイズで10分も、こう茹でたら、当然表面がね、崩れ始めて、もう見た通りだったと思うんですけども、お酢を入れただけで、エッジがしっかりなってましたよね。煮崩れ率 0% をこの物理的に実現するっていうのが、このね、酢で茹でるっていうこのペクチン熱分解ロックの最大の理由です。はい、次にですね、中心部まで、完全なでんぷん化、でんぷんの固化、アルファ化ですね。これができるっていう、まず利点があります。はい。通常の男爵芋はですね、こう、中心まで熱で通る前にですね、表面の細胞が耐えきれずに、こう、表面がね、こう、崩壊し始めたりするんですよね。ですけども、このお酢によって、ペクチンロックすることで、外壁がもう完全に守られてるわけなんですよ。で、そうすると、もうそこからは、もう煮崩れのリスクを無視して、限界まで長時間の煮込みが可能だっていうことになるんですよ。そうなってくると、表面を無傷に保ったまま、その、じゃがいもの中心部まで、このでんぷんを 100% 固化させる、アルファ化させることができるっていうことなので、ここで揚げて食べた時のパサつきがなくて、究極のホクホク感、クリーミーさを生み出す最大の土台が作るっていうことが、この茹でる、酢で茹でるっていうところの最大の利点になります。はい。はい、3番目ですね。この3番目、これも大事なんですけども、でんぷんが流出することを防止するっていうことですね。細胞壁が基本的に破壊されない、ペクチンが分解されないですので、細胞内部のこのでんぷんがですね、お湯に溶け出さないんですよね。ですので、通常のお湯でこう茹でた場合、今回はあまり白くなってはないんですけども、大量にやった場合はもう明白にわかるんですけども、白く濁ってしまうんですよね。で、それは要は単純に細胞が壊れて、でんぷんがどんどん流出していってっていう、ことで、白く濁るんですけども、お酢でやった場合は当然もう表面が強固になってますので、濁ることなくですね、こう、でんぷんをね、こう、細胞内に閉じ込めたままでいけるっていうことなんですよね。で、それをじゃあ油で揚げた場合っていうことは、でんぷんがですね、溶け出したこう、でんぷんが付着しないので、焦げ付きがなくなるっていうことなんですよ。つまりもう、細胞壁から出ていないっていうことになりますので、ということは焦げ付きがないということは、当然苦味も抑えられて、均一でね、綺麗なきつね色になるっていうところで実現できますよっていうところのお話です。はい。はい、ということで次に、冷凍した方が実は良かったりするよっていうお話になります。はい。もちろんね、茹でていただいて、そこからね、すぐ揚げてもらうっていうのも全然 OK なんですけども、冷凍することによる利点っていうのもあったりします。まず一つ目が、でんぷんの再結晶化ですね。これはもう茹でることでも完全に中がアルファ化しているものを、冷凍冷却するところで、こうベータ化していくわけですよね。で、この現象で表面のでんぷんの組織がこうがっちりとね、引き締まってますので、強固なね、構造体を形成するんですよ。つまり冷凍することで、このね、組織がガツッとね、かっちり決まってくるってことなんですよね。これが揚げた時に時間が経ってもふにゃふにゃならない骨格のこのね、外殻クラストになるっていうところの最大の要因だったりします。で、特に男爵芋はこのでんぷん量が多いので再結晶化した時の恩恵を最も強く受けるっていうところの特徴があったりします。
で、2番目、表面水分の消化ですよね。これがですね、極限のドライアウト効果っていうものになってくるんですけども、冷凍庫庫内はですね、非常に乾燥した、環境なので、その冷凍されることで、じゃがいもの表面の余分な水分がどんどんね、氷となっていって、さらに消化、乾燥して飛んでっちゃうんですよね。で、油に投入した際に、その水面の水分が少ないので、油跳ねが減るんですよ。で、その瞬時にですね、油の温度がじゃがいもの表面に伝わっていって、このね、水分の蒸発、奪われるこの熱エネルギーがどんどん減っていって、最速で美しいきつね色への変化を起こすっていうことができたりします。これは結構、冷凍食品なんかでは、食品工業学みたいな分野では結構、メジャーな考え方だったりはしますよね。はい。はい、3番目ですね。ちょっとこれ難しい話になっちゃうんですけども、表結晶の、急速気化によるマイクロブリッサーっていう、微細な気泡がですね、形成されますよっていうことなんですけども、じゃがいもの内部に水分が凍る際に、微小な氷の結晶が、形成されます。これはなんとなくイメージできますよね。で、その、凍った、結晶がですね、180度の高温の油に直接挿入すると、表面の近くで、表結晶が当然、一瞬で、水蒸気気体に変わりますよね。そうすると体積膨張を起こして外核を突き破ろうとするんですよね。で、この水蒸気の爆発的な気化によって、このフリットのですね、表面に目に見えないレベルの、微細なひびとか、空洞、これを、マイクロブリスターって言うんですけども、これがですね、無数に、形成されるんですよね。で、これが噛んだ時のサクッというような、ガラスのような、この繊細で軽い歯触りになるっていう。これが、この冷凍したポテトの、軽い歯触りの正体だったりするんですね。はい。これを意図的に作ることができるっていうのが、この冷凍の利点です。はい、次はね、オペレーションのところになってくるんですけども、ここの部分に関しましては、もう特にプロの方々はもう非常にね、ちょっとびっくりしてるんじゃないかなとは思うんですけども、男爵でね、皮付きで形で冷凍できるんだったら最高ですよね。当然、男爵芋が、フライドポテトにした時に、外カリ中ふわになる可能性が一番高いっていうところで、でも、あれを、例えば、私が知ってる限り一番ベストなやり方としては、コンベクションで皮付きで、蒸して、で、そこから、一度、完全に冷ましてから、丁寧にカットして、で、そのカットも、しくると崩れるとかってあると思うんですよね。多分経験されてる方、めちゃくちゃいると思うんですよね。でも、あそこが、例えばもう、フレッシュの時点でカットしちゃって、で、このお酢をちょっと入れて、茹でて、全く煮崩れないんだったら、この方法の方が、断然やりやすいんですよね。ですので、このやり方をすると、当然生の状態でこうカットして、で、茹でます。で、水切って、そして、バラで、IQF ですよね。IQF 状態で、冷凍して、で、それを、要は、冷凍保存、ブリーザーバッグなんかに、こう保管しておけば、オペレーションの時に、例えば、オーダーが入った時にそのまま、そのポテトを180度の油に放り込めば、中がふわふわ、外がカリカリっていうのが、そして皮付きで、芋の香りもするって、これができるっていうことは、最高の最高のオペレーションになるんじゃないかなと思いまして、今回ご紹介させていただきました。で、この時におそらく皆さん気になるであろう、お酢入れるよねってなってると思うんですけども、あれは、一応、水1リッターに対して、今回は 30g 入れてます。これはマックスで30なんですね。で、できれば、15g から 30g で大丈夫です。で、30g でも私は多いかなと思ってますので、基本的に1リッターで 20g ぐらいでも全然大丈夫です。はい。イメージ的にはだいたい15から30ぐらいの間で、選んでいただければ。で、私は今回、
白ワインビネガー使ってますが、ここをまた、酸味がね、弱く感じられるような、その穀物酢とか使っていただけると、非常にね、マイルドに、まず舌でわからないレベルになると思います。白ワインビネガーですと、30g まで入れると、舌がかなりですね、いい人ですと、あれ、ちょっと酸味感じるなっていう感じはすると思います。ただ、油でしっかり揚げますので、だいたいここで揮発しちゃうっていうところがあるので、そこはね、ちょっと安心していただければなと思います。ここは、各厨房の方でいろいろお試しいただいた上で、このね、調節していただければなと思っております。はい。ということで、今回ね、お見せいたしました、こちら、ペクチンロックの方法なんですけども、じゃあ、気づいちゃった人はいると思うんですよね。どういう利用ができますかっていうところだと思うんですけども、これ単純にも来ました煮込みですよね。煮込み全般で煮崩れさせたくないっていう時ですよ。例えば、フレンチの場合ですと、ぐったぐたに煮なきゃいけないっていうところで、その時に、例えばそのエッジの立ってるようなその野菜を入れたいなっていう時に、このやり方で別途ガルニチュールを使うなんていうね、やり方も全然ありかなと思いますし、逆にその煮込みじゃなくて、その単純にその添え野菜、ガルニチュールの中で、その長時間煮込んだものをやるっていう時に、どうしてもその野菜が、煮崩れるっていう時に、この、ペクチンロックをしてあげると、煮崩れることなく火が入って、そして次の例えばバターでアロゼしたりとか、フリットにしたりとかっていうような方向に持っていくこともできるっていうところで、非常にここら辺はフレンチにおいてもかなり汎用性のある技だったりします。はい。で、実質じゃあ他にどういうことがあるかっていうと、グラタンドゥフィノワですよね。これをですね、例えばスライスしたジャガイモを重ねて焼く際にですね、オーブンでの長時間の加熱でジャガイモ同士が若干こう溶け合ってきちゃって、ペースト状になることはありますよね。あの時に、このジャガイモ自体を一回このやり方をすると、綺麗な層が作ることができます。はい。これができるので、結構芸術的なグラタンの層を、一枚一枚くっきり独立したものが作ったりすることができますし、逆にパティシエさんの場合だったら、アップルパイとかコンポートの、形状維持ですよね。果物もね、当然その、ペクチンの塊みたいな感じですから、これをやってあげると、形が維持できますよっていうことですよね。これをやってあげると、結構その、果肉の食感がしっかりした、ゴロゴロっとした、その、フルーツが作るっていうことができるよっていうことになってきます。で、この技ですけども、実はですね、日本料理の伝統技法を、酢水さらしっていうところの、結構科学的裏付けもあったりします。で、どういうことかっていうと、このレンコンとかごぼうを酢水にさらすって皆さんよく知ってると思うんですよね。もう和食の基本中の基本の工程で、これは基本的にアク抜きとか、変色防止とかっていう、説明されることが多いと思うんですけども、これは実は同時にペクチンロックも行ってるっていうことになりますね。ですので、これによって、加熱した時に、ごぼうだったり、このね、このレンコンなんかがシャキシャキっとした歯ごたえがあるっていうのは、実は、ここはね、先人たち、和食の先人たちが経験則で伴ってきた伝統技法が、実は、分子調理学的には、極めてね、理にかなった細胞壁の強化プロセスであったっていう、強力なね、裏付けの理由だったりもします。はい。はい、ということでね、以上が、ペクチンロックのお話でございました。当然、ここでね、もううちのリスナーさんね、ほんとね、気づきが半端ないんでね、先に言っときます。っていうことはですよ、おそらく、この酸性でペクチンロックがするんだったら、アルカリ性でペクチン解除ができるってことですよねっていうことだと思うんですよね。間違いなく正解です。間違いなく正解ですが、それは次回のネタでいきますので、
ちょっと待ってください。本当にうちのリスナーさんは本当にもう勘が鋭くて、鋭すぎてちょっともう先に言っとかないと、こっちが言おうと思ったことをこう先にね、言ってくる可能性があるので、次回は、このね、アルカリ性で、このね、このペクチンのロック解除をどうやってやるかっていうところの、ちょっとした、実用的な裏技なんかもお見せしたいなと思いますので、楽しみにしていてください。はい。そしてね、いつもハイプでの応援、熱いメッセージ、そして、高評価、チャンネル登録、いつもありがとうございます。もうね、ほんとね、先ほども言いましたけども、本当にうちのチャンネルの皆さんね、もう本当勘が鋭い、もう困っちゃうぐらいいやー、本当に皆さんね、すごいので、私もね、こう、ついついこう、熱もこもってね、返信させていただいておりまして、非常に楽しくやらせていただいております。でね、予告した通りに、来週はね、そのペクチンをいかにロックを解除させるかなんてね、ところをお見せしたいなと思います。はい。引き続きね、皆さんからのハイプでの応援、熱いメッセージ、チャンネル登録、高評価お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。